そうですね、コンさんとやらせていただいたのは日本ということになりますかね。つまり僕の、コンさん理解というのは何かやっぱり、そういうインダルゲーションマークみたいなものの中でコンさんの、戦争批判の、非常に集約的ななんて言うんでしょうかね、映画作りのその根底になんて難しいことなんですけど、コンさんの根底の中に反戦というかそういうなんか意識があってビルマの盾事をお取りになったんではないかという、理解程度しかなかったですね。非常に斬新な形でこの戦争に対する無意味さというものをですね、大きな反響として時代の人たちに呼び覚ましているものであると思うんです。だからそういう意味では効果的でもあったし、一つの大きなやっぱり、なんて言うんでしょうかね、演出家としてやっぱり指折り数えることがで今どうか知りませんよ。でも僕らの世代としては5本の指の中に入る立派な映画だという映画の意味を、内蔵しているもので影響力も大きいと思うんです。今までやってきた木下さんとかそういうその後そうですね、もうすでに山本さっちゃん先生とこういう映画の作り方もあるのかなというふうに、非常に僕は他の監督さんは雰囲気を非常に大事にするわけですね。市川さんは雰囲気なんかどうでもいい、とにかくもう非常にやっぱり自分の演出根底の秒数に合うような芝居を要求してましたですね。自分の演出根底にもう1秒の半分でもいいから0.0コンマいくつぐらいのスピードでカット取ってましたですね。僕自身も後で演出の真似事やったことがあるもんですから、非常にやっぱり僕の中では参考になったというんでしょうかね、勉強になった監督の一人じゃないかと思います。何しろビルマン盾事で印象に残るのはミッチェルでっかいのシンクロでロケに持ってったんですよね。で小田原で撮ったりあっちが箱根山の硫黄谷で撮ったりいろいろしたんですけどね、歌もシンクロで撮ってたわけですね。はい、歌も全部シンクロで覚えたんです。だから時作曲家の伊福部さんの声が僕の声に似てたんです。それで、伊福部さんがつきっきりになって僕に歌を教えてくれたわけですね。歌なんか軍歌しか知りませんからね、僕なんか。「勝ってくるぞ」といいさ「回しくる」しか知らない、今でもそれしか歌えないぐらいなんですからね。なかなか覚えられないのに、とにかく一生懸命もうタクトをキャメラ前で伊福部さんが振ってくれましてね、それに合わせて羽生の宿なんか歌うわけです。だから箱根山の仏像のところでね歌ってる時なんか僕全部自分で福部さんから教わって棒振りやりながら、それで「こう」っていうような声で福部さんの声に似せて歌ったんです。それが後で福部さんのところは10秒間で切っちゃって、僕の声とそのまんま入ったわけですね。フィルムの中で生きたわけです。リズムがまた敗戦の意識をより向上させていくんですね。歌で向上させるっていうのはやっぱりこれも僕は市川崑という人の才能じゃないかと思ったんですね。その頃になりましたらもうやっぱり演出家そのものの軍隊に対する印象とドラマの主題はやっぱり演出家の手の内にあるもんだから、極力言うことを聞かなきゃいかんっていう言うことを聞かないと取れませんからね。そこのところにゴルフ場がありまして、あそこで引き上げ全員もう2,000人ぐらいの兵隊が並んで大ロングから撮ってたカットがあるんですけど、僕のところでぐっと来るとふっと向いたらここ流れ星になってるんです。
で兵隊流れ星いくらなんでも流れ星はおかしいから全員全部検査して普通の検証に星を変えろって言ったらばもう時間がないもんだから昆さんも慌てて「そんなことしてないもうこんなの誰も見てないよ」なんつって怒りましたが「いやそれは僕としてはやっぱりダメなんだ」ということで「それじゃあ今日はもうやらない」っつって僕はもう降りるって言い出したわけですよね。であの時に1週間ぐらい昆さんと睨み合いをしたんですよね。昆さんが折れたんでしょうけどもうお前やれってなもんでやらせていただいたんですけどもみんないるね。これからこの水島の手紙を読む。まあ自分の中の体験が同じように引き上げをやってましたし同じ情景だもんですから余計気になったんですね。もう近しい思いで非常に自分の中でまだそのまま生きてる復員兵のなんか印象を自分の中で裏切る気になれなかったんですよね。その手紙はおそらくみんなの疑問が晴れるように書いてあると思う。隊長殿戦友諸君。5分ぐらい読んでたんじゃなかったですかね。長いなんか手紙だったんですよね。だから最初ねポジション見たら逆から読んでくれって言われた時にあれ逆から読んでくれの一つの流れの中で、どうなのかなってやっぱり非常に感傷的に受け取ってたんですよ僕は手紙をですね個人としては。だから自分を乗っけていった方がいいかなと思ったんですけどもなんかやっぱり乗せられないような感じで逆からということでどうつなげていったらいいかばっかり考えて手紙を読ませてもらったような気がするんですけど十何カットぐらいに分けたんじゃなかったでしょうかね。だから僕が頼れたのはですね全員を連れて帰れるということが非常に一つのどういうふうに言ったらいい感傷を抜いたお芝居に持ってくる唯一のことだと思うんですけど感傷を抜きながらやっぱりみんな生きてるんだということを確かラストのシーンで言葉にあったと思ったんですよね。あそこはねやっぱり胸が熱くなったんですよね。でもそれぐらいは仕方ないだろうと思ってそういうふうに自分が指揮官としての任務を果たすということに結びつけていけばそのぐらい涙ぐんでもいいんではないかなと喜びっていうんじゃなくて感傷的になってもいいんではないかなと思ったんですよね。今日ついに心乱れ兵士の誓いも忘れ盾事を敷きました。お別れの曲を皆様に聴いていただきました。いよいよ諦めもつきました。いや僕の芝居っていうのは非常にセンチメンタルな芝居ですよね。僕は戦場の別れの言葉っていうのは残っていく彼に対する。でもそれにはやっぱりなんか一つの大きな昆さんの考えてる秘密っていうのかなナットさんの僕は思想ではないかというふうに思ったんですよね。あれがこう定流の中にあるんですね。非常に簡潔だったですねナットさんの芝居の人物の構成っていうのは。だからセリフもやっぱり映像を通してその人物像が見えるということでそういう書き方をしてらっしゃる。だからやっぱり、とても昆さんの撮り方を気にして現場についてるわけにいきませんからラッシュの時に見て気が付いたところをサジェッションっていうんでしょうかね。僕ら役者はあんまり入れなかったですね。他の方も入れなかったんじゃないでしょうかスタッフも。ということはそこでなんか長いこと話し合いがあってですね必ずナットさんが見た後っていうのは撮り直しリテイクで、つなげるのにはもう骨折れたことは記憶がありますけどするという意味では非常にやっぱり生前市川さんはお世話になったんじゃないかと思います。私はやっぱり2年間の戦争体験がありますから戦争の無残さっ
ということですかね。殺されるこう最前線の認証とかですね。それからもう、なんて言うんでしょうか、訓練の時に現地教育ですから、現地教育で動物を殺したりなんかして銃剣術やるわけですけどね、本当は人間も捕虜も殺してるんですよね。僕はそれができなかったんですよね。突っ込めって言うんで訓練を受けていくんですけど、前まで行ってもうダメになっちゃうんです。何故にということは所詮人間にはいかに考えてもわからないことなのだ。我々はただこの苦しみの多い世界に少しでも救いをもたらすものとして行動せよ。僕はこういう映画を通してですね、やっぱりもっと日本人がこれはもう現代の人たちにしか僕は呼びかけられないんですけど、もっとやっぱり殺し合い、戦争という殺し合いに対して真実な論争をですね繰り返し続けていかないと、もう悲惨な繰り返しがもう目前に迫ってるような気がするんで。何しろね、殺し合いという無意味さを早く自覚してほしいですね。次の世代の男の子。